ぴりおしゃれにしてっと。できたぜジェシーってさ、いつもどんな風に作詞やってんの？簡単だぜ。ハートから浮かんでくる詩を私は譜面に刻み込んでいくんだぜ。で、それが何？それってつまり心の中から浮かんでくる物語を歌詞にしてるってことでしょ？そうとも言うな。つまり私はハートから湧き出す物語を歌に乗せてるってわけだぜ。そうそう、ジェシーの歌詞ってさ、物語あるよね。ジェシーってきっと物語とか書くの絶対うまいよ。そうかもな。私が物語を書いたらきっとすげえのが書けちゃうぜ。で、それが何？でもありますけど。へえ、どれどれ？そこまで言う脚本ならちょっと拝見。面白いわこれ。特にオチが最高だわ。そりゃどうも。へえ、あんたこの脚本が絶対に受けるって自信あるのね。なきゃ引き受けねえぜ。絶対絶対絶対？絶対いいわ。必ず受けるって絶対の自信を持って書き上げたこの脚本に、この絶対の魔女ラムダデルタちゃん様が絶対の魔力を授けてあげるわ。何それ、うさんくせえ。ちょっとうさんくさいとか失礼しちゃうわ。この脚本にかける魔法はすごいのよ。なんとね、この脚本が実際にへえ、ジェシカが舞台の脚本をね。
へえ、お嬢様はすごいです。何でもできるんですね。いやいや、初めてな上にたった3日しか時間がなかったから、ものすごい大苦戦だったぜ。へへ。という割には自信たっぷりの大傑作だってわけだ。ではこの脚本を私たちは読んで感想を申し上げればよいのですか？ただ読むのも味気ねえな。いっそさ、実際に脚本を演じてみるってのはどうだ？私お芝居なんてしたことないですし。確かにそれは明暗だぜ。実際にバトラたちに演じてもらって、それを見ながら最終チェックをするのもありだぜ。そうとなりゃ決まりだ決まりだ。やろうぜシャノンちゃん。それとも俺のお相手はお嫌かな？そんなことはありません。謹んでお引き受けさせていただきます。お、王子様が登場するのかよ。じゃあ俺王子様な。では私はナレーター兼お姫様の役を担当させていただきますね。んじゃあ早速、最初はシャノンちゃんのナレーションからスタートだな。では始めさせていただきます。ここはおとぎ話の世界の奥深く、六剣王国と呼ばれる国がありました。六剣王国って安直なネーミングだな。バトラうるさい。本番中。六剣王国の山奥にはお姫様が捕らえられている、それは大きな塔がありました。なんだこれは一体。これって今のナレーション通りになったってことか？お嬢様、これは一体。そういえば昨べおかしな夢を見た気が。私の脚本に魔法をかけるとかなんとか。いや、そんなバカな。へへ、面白えぜ。いいじゃねえか、臨場感満点でよ。続けてみようぜ。お嬢様、続けてよろしいですか？こうなりゃやけだぜ。女は同郷だ。頼むぜシャノン、続けてくれ。はい。塔はうっそうとしたジャングルに囲まれていました。お、今度はジャングルが生えてきた。すげえすげえ。次はなんだ？王子一行はそこに住む魔物の群れに襲われました。魔物のなんだって？いや、あははは。いきなりクライマックスだと面白いかなって思って。その魔物たちを俺がバッサバッサと退治するんだろ。そうなんだろう。脚本には魔物たちに襲われてひどい目に遭わされるって書いてあります。ほら、
そこで王子が勝っちゃったら予想通りの展開でつまんないじゃん。そのひどい目に遭うのは王子役の俺だ。っていうかひどい目って何？具体的に書いてない。逃げましょう。バトラ様、お嬢様。ひどい目以前に踏み潰される。ジェシカも急げ。分かってるって。バカジェシカ。お嬢様、お怪我はございませんか？こんなの脚本には書いてねえのに。ですから修正をさせていただきました。ナイスシャノンちゃん。お役に立てて光栄です。しかしこりゃ参ったな。ここゲストハウスのはずだろ。でも完璧にどこかのジャングルだぜ。熱帯雨林だぜ。ファンタジーだぜ。私たち脚本の世界に引きずり込まれてるぜ。ベアトリーチェ様の魔法でしょうか？あの夢じゃなかったのかな。あのピンクの変な魔女が私の脚本におかしな魔法をかけやがったんだ。ジェシカ、参考までに聞くが、この話続きはどうなってるんだ？その波乱万丈の冒険物語にいろいろとそのリンゴと蜂蜜を混ぜてグツグツグツ。てか私この3日間ほとんど寝ないで書いたんだぜ。頭朦朧としてそれでも締め切り間に合わせて。だからそのつまりお嬢様もよくあらすじを覚えていないということなんですね。ごめん。当たり前でしょ。私が絶対の魔法をかけた絶対の脚本なのよ。途中でおしまいなんて絶対にできないんだから。あんたは私の夢の中に出てきた魔女。私の魔法をお気に召してる？あいた！殴ったわね、バトラー。この絶対の魔女ラムダデルタちゃん様を殴ったわね。お前のせいだと分かれば話は早え。とっととこのおかしな世界を終わらせやがれ。
それはできないわ。だって私はもはや傍観者。この物語の紡手はジェシカだもの。だから私にさえこの物語は終わらせられないわ。そんな無責任な。その無責任な脚本を書いたのは誰だ。とにかく最後までお芝居を続けるしかないということですね。そういうことよ。じゃあ頑張って。私はポップコーン買ってくるわ。でも武器はありますね。ジェシカのその赤ペンだけが頼りだな。やってやろうぜ。きっと私のことだから最後はハッピーエンドに違いないぜ。書いた本人が記憶にないってのが不安だがな。頑張りましょう。よし、シャノンちゃん、続きのナレーションを頼むぜ。木々が茂るジャングルを抜けると、そこは雪国のような場所でした。こりゃすげえ景色だな。雪国どころか南極って感じですね。温度まで再現しなくていいってのに。寒い。俺は王子様だぞ。誰か暖かい上着を持ってきてたもれ。くそ、この先の脚本はどうなってるんだ。それが凍えて死にかかった王子に雪男が襲いかかってきてひどい目にと。またかジェシカ、お前は王子に何か恨みでもあるのか。いや、サクにひどい仕事を押し付けられて、くそーこの野郎って思って、どうもサクが王子役らしいって聞いて、イヒヒうぎゃー、雪男だー。雪男は突然改心して王子たちと友達になる。よかった。危なかったですね。今度はこいつ慣れ慣れしくしすぎだぜ。髪型乱れるからそれ以上撫でるな。バナナいらねえよ。つうかそれどこから出したんだよ。お嬢様、さらに書き足して雪男さんに道案内をしてもらいましょう。そうだな。早くここからおさらばしねえと、私たちは3人かき氷になっちまうぜ。どういうシナリオだよ。これどうやって文化祭で上演するんだよ。そんなの知らねえぜ。演劇部の大道具担当に聞いてくれ。そして火山地帯では巨大な翼を持つ竜が
火を吹きながら襲ってきました。そして呪われた墓地では無数のゾンビたちが襲ってきました。地獄の砂漠では巨大な毒サソリがその尻尾を振り上げ、悪魔の沼では吸血ヒルたちの群れが次々に現れ、もういい加減にしろ。お嬢様早く。だけれども王子たちは魔法のバリアーで守られ無事なのでした。またしても危機一髪。もうヘトヘトだぜ。塔だ。ついにお姫様の塔にたどり着いたぞ。やっと私がお姫様役をできるんですね。それより確か最強最悪の大魔法使いが現れて最後の強敵として立ちふさがるはず。やれジェシカ。もう慣れてるぜ。大魔法使いはひらりと飛び降り、そしてそのまま地面に激突して死亡。何それうわラヘルさあこれでこの珍道中もおしまいね。いよいよ感動のフィナーレ。言われなくてもそうするぜ。シャノンちゃんはお姫様役、ナレーションはジェシカが頼むぜ。バトラさん、今は王子様だぜ。本当はチューをする予定でしたが不健全なのでカットになり2人は幸せに暮らしましたとさ。めでたしめでたし。何よ。バトラとシャノンのキスシーン見たかったのに。まあいいわ。オチが面白いのはこれからだし。オチなんかねえぜ。これでもう物語はおしまいだぜ。これで終わりだろラムダデルタ。俺たちを解放しろ。私もね、そうしてあげたいのよ。でもね、まだオチが待ってるのよね。オチだと？そうよ。オチ。それが気に入ったからこそこの脚本に魔法を与えたんだから。ねえベル見てる？面白くなるのはここからよ。見てたわよ、この退屈なお芝居をずーっとね。で、私を面白がらせるラストは本当にあるんでしょうね。もちろんよ。私が保証するわ。
このベルンカステルの眠気を覚ます程度には刺激的なんでしょうね。もちろんよベルン。刺激的なクライマックスが今から始まるわ。おうおう、お話中すまねえけどよ、私の脚本はこれで本当におしまいだぜ。クライマックスなんてどこにも書いてねえぜ。ほらなんだこりゃあ。穴の底に巨大な扇風機がぐるぐる回ってるぞ。危ない。ここも崩れるぞ。ジェシカ、シャロンちゃん、走れ早く。バトラ様、危ない。うわバトラー、その手を離して上に上がれシャロンちゃん。できません。そんなことしたらバトラさんが。俺の手を離せ。このままじゃ二人とも死んじまうぞ。その命令には従えません。シャロン、しっかり。今引き上げるから。バトラー、シャロン。しかしょなかなか悪くないクライマックスだね。バトラとシャノンがひき肉になるところを見せつけてからジェシカも同じ末路をたどるのね。悪くないわ。素敵なオチでしょ。愛してるわベル。あなたの好む物語なんてお見通しなんだから。ふざけんなお前ら。私の脚本をよくもこんなひどいものに。ひどいもの。あなたの書いた脚本じゃない。私はこんなひどいことは書いてない。今まで散々書いてあったじゃない。なんでだよ。どうして修正できないんだ。ちくしょう。なんでだ。なんで今までは書き込めたのに今度だけは文字が書けないんだ。だって物語はもう終わってるんでしょ。修正は物語の中にするものよ。
物語の外を修正なんてできない。くそ、誰がこの最悪のオチがお前らの物語のクライマックスだって言うのかよ。ちょっとごめん。よくも私の脚本をめちゃくちゃにしてみんなをこんな目に。そのめちゃめちゃな脚本を書いたのは全てあんたよ。この凄惨なバッドエンドも含めてね。私は書いてない。こんな殺人扇風機にみんなが飲み込まれて死んでしまうなんてどこにも書いてない。あらそう。私たちはあんたが赤恥をかかなくて済むようにこうして教えてあげてるというのにね。この子パーっぽいものきっと分かってないわ。そのようね。本当さ、ごめんなさい。腕が。いいんだ。早くその手を離せ。離したらシャノンちゃんだけでも這い上がるんだぞ。私だけ生き残ったりしません。死ぬなら私も一緒です。バカを言うな。生き残れ。あなたは王子様で私を助けに来たんでしょ。もう私を一人ぼっちにしないで。夢だったのでしょうか。いや、夢だったわけもね。よかったわね。赤っ恥をかかなくて。はい、どうもありがとうございます。パーの私が言うのもなんだけど、かっこつけて英語使うときはちゃんとスペルを見た方がいいわよ。ちなみにワンはフランス語よ。はい。なんか変だなぁとは思ってました。眠くて書き間違えたのよね。いや、眠くて書き間違えたのよね。もちろんっすよ。